今回は爪の大きい小さい関係なく、自分サイズで簡単にオリジナルシェルパーツが作れるシェルのミラー囲みデザインご紹介していきたいと思います。それではまずカラーを作っていきたいと思います。今回はシェルのデザインを引き立てるためにベースのカラーは優しいカラーにしていきたいと思います。まずはクリアジェルと白をですね混ぜていきます。下がほんのり透ける程度の感じの白にですねしていきますので、クリアジェルに対して白をですね少しの量で柔らかく作ってください。でそこにですね黒のカラーを足していきます。この黒は本当にちょっとでいいんですけれども、この黒を足していただいて優しいグレーのカラーですね、こんな風に作っていきます。では早速今作ったカラーを塗っていきたいと思います。平筆で塗っていくんですが、今回はですね薬指と中指に同じカラーを1層ずつ塗っていってください。こういったグレーのカラーってグレーと聞くだけで秋冬のイメージを持つ方多いと思うんですけれども、黒の量をほんの少しにしていただいて優しいグレーにしていくことによって春夏にも使っていけるちょっと高級な感じのグレーに変わってきます。何かのこのアートのベースにしていくのもいいですし、このカラーでグラデーションをしていくのもすごく上品な感じに仕上がってくると思いますので、ぜひ優しい感じのグレーのカラー楽しんでみてください。ではこんな感じでベースのカラー塗ったらですね一旦ここでもうトップジェルで仕上げてしまいます。今回作っていくシェルパーツはですねこのトップジェルで仕上げた後に、作っていきますので、一旦ここでですねもう形成までしていきます。ここでのこのトップジェルもですねしっかりと光のラインが取るように綺麗にコーティングしていってください。そして硬化が終わったらですね未硬化ジェル拭き取っていただいて、形までこの段階でですね仕上げてしまいます。そして今回ですねこのオリジナルシェルパーツを作っていくんですが、オリジナルで作っていくシェルパーツともともとあるシェルパーツを使ってミラー囲みでですね作っていくんですけれども、その2つを見比べてどんな風に仕上がっていくのかというのをですねやっていきたいと思います。シェルパーツがない方でも、そしてですね爪の大きさがですね小さい方大きい方でもですねオリジナルで作っていけるので、ぜひですね見ていただくといいかなと思います。ではまずもともとあるこのシェルパーツを使ってですね作っていきたいと思います。今回はこのシェルの本当にアクセサリーみたいにしていきたいので、できるだけ爪の大きさにですねいっぱいいっぱいになるような感じに大きいシェルを使っていきます。いい感じのこのシェルパーツをですね選んでいただいて、まずはクリアジェルでですねこんな風に留めて硬化していきます。わかりやすいようにですねちょっと今回は真ん中のところで固定していきます。で硬化していただいたらですねこんな風に固まっているんですけれども、シェルパーツ本当にいろんな形をしているので爪にピタッとくっつくわけではないので、こうやって横から見た時にですね浮いてる部分がありますので、そこの部分を丁寧にですねクリアジェルでしっかりと埋めてあげてください。この時私ウッドスティックでクリアジェルですね留めているんですが、これでも筆を使っていただいてもどちらでも大丈夫ですので、綺麗にですねこんな風にクリアジェル入れてあげてください。でこの時あまりたくさん入れすぎてしまってシェルからはみ出さないようにだけ気をつけてあげてください。後からアイシングジェルを塗っていきますので、膨らみすぎずへこみすぎずというこんな感じでですねしっかりと中を埋めてください。中指はまずこんな感じで一旦ですねこのまま硬化して置いておくんですが、続いて薬指にはですねオリジナルで作っていきたいと思います。使っていくものは、ネイルタウンのアイシングジェル、そしてカラージェルが2色ですねベージュのカラーとあと黒のカラーをですね使っていってください。アイシングジェルを3ぐらいの割合で見ていただくと、ベージュのカラーは1ぐらい、そして黒のカラーはですねほんの少しこのヘラにですねつくぐらいの感覚で混ぜてください。でこれしっかりと混ぜ切らずにですねこの状態で大丈夫です。それぞれのカラーをパレットに取って置くだけぐらいの感覚で大丈夫です。では続いてアートフィルムオーロラウッドというオーロラフィルムがですねちょっとウッド状みたいな感じに波打ってるような感じのシートなんですけれども、このシートを使っていきます。でこのシートをですねシェルの形に見立ててカットしていくんですけれども、あえてですね中指と同じような感じの形にしていきたいと思います。では先ほど作っておいたアイシングジェルとカラージェルを混ぜたものをですねスパチュラですくうようにですね取っていただいて、そのジェルをそのまま爪の真ん中あたりにのせていきます。先ほどカットしたフィルム
のところに置いていくんですけれども、フィルムを上から乗せていくので、だいたいそのフィルムの大きさぐらいになるように置いていくんですけれども、フィルムからはみ出してしまっては意味がないので、フィルムよりちょっと小さめに置くようなイメージでですね、こんな風に置いていきます。アイシングジェルとカラージェルをですね混ぜずに作っておいたので、それをですね爪の上でほんの少し混ぜるような感じでこのように置いていきます。そしてその上にそっとフィルムを乗せていきます。フィルムと同じ形でジェルをですね置ければいいんですけれども、なかなかフィルムと同じ形に置くのって難しいかと思いますので、大体でですねこんな風に置いていただいて、下のこのフィルムの下のところがですね空洞にならないようにスパチュラなどでですねこんな風に伸ばしてあげてください。でこれも優しくですねピンセットで押さえながら乗せていくんですけれども、これもフィルムからはみ出さないように気をつけてください。そして固めていく時にですねフィルムを少しピンセットでクッと押さえながらですねライトの中に入れていただくと、本物のシェルのような凹凸感ができてくるので、ピンセットで少し押さえながら硬化していくといいと思います。では続いてシェルの周りをですねミラー囲みしていきたいと思います。アイシングジェルと筆ですね。筆はこれちょっとグラデーションとかに使っていくような太めの筆で問題ないです。まずは中指ですね、本物のシェルのところからやっていきます。シェルと先ほどですねクリアジェルで埋めたこの段差があると思うんですけれども、この横の部分にですね丁寧にアイシングジェルをまず塗っていきます。こんな風に丁寧に塗っていただいたら、続いてですねもう一度アイシングジェル少し取っていただいて、今度はこの側面のところと、あとはほんの少しですねこのシェルの上に少しアイシングジェルがかかるような感じでですねこのようにのせていきます。このシェルがですね中に埋まっているような、ちょっと埋まっているような感じの表現をしていきたいので、シェルの部分にほんの少しですねこのようにラインが乗るような感じでのせていきます。でこれで硬化していきます。クリアなのでちょっと見にくいんですけれども、しっかりと見ながらですねのせていくといいと思います。では硬化が終わったら、ミラーパウダーですねこすりつけていくんですが、今回私こういった綿棒を使っていくんですけれども、もちろん綿棒でなくても100均のアイシャドウチップとかですね細めのものを使っていただくといいです。太いチップを使うとやっぱり違うところにですねミラーパウダーついてしまいますので、できるだけ細めのものを使っていただくといいと思います。丁寧にこの側面の部分からまずですねこすりつけていきます。側面をつけていただいたらですね、このシェルの上の部分に少しかかっているこのラインのところをですね丁寧にこすりつけていきます。これシェルのパーツちょっと大きめなので、部分的にですね一生懸命ゴールドパウダーですねつけていると時間差によって薄いところと濃いところができてしまいますので、均等にこすりつけていくといいと思います。では続いてオリジナルで作っていくシェルパーツの指ですね、薬指にやっていきます。これも同じようにですねこの側面のところに丁寧にアイシングジェルまずは塗っていきます。さっきの本物のシェルパーツはですね結構ちょっと反っているような感じだったんですけれども、このアイシングジェルで作ったシェルに関しては割と爪にですね馴染んでいる感じがありますので、この側面のところがですねさっきよりちょっと塗りにくいと思うんですけれども、できるだけ丁寧にですねはみ出さないように塗ってあげてください。で側面を塗っていただいたらシェルパーツと同じようにですねこの上のシェルの部分にかかるようにラインを入れるような感覚で塗っていきます。で硬化していただいたらですね同じようにミラーパウダーを丁寧にこすりつけていきます。そして本物のシェルパーツに比べるとアイシングジェルで作っている分ですねクリア感が効いているので、そのクリア感に対してこのミラーパウダーですねこすりつけているのでちょっと見にくいと思うんですけれども、これもできるだけ丁寧にですねこすりつけてください。ではみ出してしまった場合はですねエタノールとかで拭き取っていただくといいと思います。はい、こんな感じです。アイシングジェルとカラージェルをですね程よく混ぜたものをさっと爪にのせていただいて、オーロラシートをのせるだけの簡単なオリジナルシェルパーツ。シェルシートの大きさを爪の大きさに合わせてカットしていくだけなので、小さく作っていくことも大きく作っていくこともできると思います。あとは丁寧にアイシングジェルとこのミラーパウダーを使ってですねこの高さを持って縁をですねしっかり囲ってあげることによってパーツとして引き立ってくると思いますので、ぜひですね大きさに合わせて作っていただくといいと思います。最後にですね丁寧に色ジェルのこのグロッシートップジェルを使ってコーティングをしていきます。
この凹凸感があることによってパーツ感がですね引き立ってくると思いますので、このグロシートップジェルですねたっぷり、コーティングしすぎないようにですね気をつけてあげてください。最後にキューティクルオイルを塗っていただいて完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。両方を見比べていただくと分かると思うんですけれども、本当にどっちがですね本物のシェルか分からないぐらいのアイシングで作るこのシェルパーツですね。いい感じにこのシェルシートによってシェル感がですね発揮されていると思います。こういったシェルパーツですね、今回はナチュラルというカラーを使っているんですけれども、その他ですね本当にいろいろなカラーのこのシェルが出ていると思いますので、それに見立ててですねカラーの色を変えていただいて、同じようにアイシングジェルを使っていただくと同じような感じのシェルパーツが仕上がってくると思います。決まった大きさのものではなくオリジナルでですねいろいろな用途に合わせてぜひ作ってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日の久しぶりのバーベキューに引き続き、子供たちの春休みに少しでもと思ってまたちょっとだけ時間ができた時にまた山に走っていきました。今度は中娘が木を使って弓矢を作りたいというふうに言ったので、いい感じの木を見つけて一生懸命ですね旦那と中娘と作っていたんですけれども、なかなか思うように作れない中娘はイライラしながら作っていたんですが、一人で作れない下娘、おてんば下娘に旦那がですね代わりに作っていたんですけれども、その下娘の弓矢が上手に作れていくので悔しかったのか、途中でもういいと怒ってしまったんですけれども、その後にまたちゃんとですね旦那が作ってあげたので、その後は仲良く2人で遊んでいました。そして自然が大好きな中娘とおてんば下娘はまたいつものようにロープを使ってブランコを作って遊んでみたり、紐を木と自分に結びつけてこんな風に遊んでみたりと、思いっきり体を動かして遊んでいました。子供はやっぱり外で遊ぶのが大好きですよね。また時間を見つけて遊びに連れて行ってあげたいです。以上、我が家のちょっとした出来事でした。